申し訳ありません。コピー機の使い方が間違っていたようです。どうしたの？紙が詰まってしまったの？はい。無理に引っ張ったら破れてしまいました。そのままにしておくと危ないから触らないで。すみません。修理の会社に連絡した方がいいでしょうか。私が電話しておくから、あなたは他の仕事を続けて。ありがとうございます。次からもっと気をつけます。わからないことがあったら使う前に聞いてね。はい。必ずそうするようにします。じゃあ、急いで資料の準備をお願いするわ。すみません。電車の中で傘を忘れてしまったんです。どのような傘ですか？色や形を教えてください。黒くて、持ち手が少し曲がっている傘です。いつ頃どの電車に乗っていましたか？昨日の午後3時頃、東京行きの電車に乗りました。ちょっと調べてみますから座って待っていてください。お手数をおかけします。見つかるといいんですが。あ、似ている傘が駅に届いているそうです。本当ですか？連絡してくれてありがとうございます。こちらの書類に名前と住所を書いてから駅へ行ってください。すみません。この近くに郵便局があるか知っていますか？はい、知っていますよ。歩いて5分ぐらいのところにあります。どうやって行けばいいか教えていただけませんか？この道をまっすぐ行って2つ目の角を右に曲がってください。2つ目の角ですね。その次はどうしますか？そのまま少し歩くと左側に大きなスーパーが見えます。スーパーですね。郵便局はその近くですか？ええ、スーパーの向かい側にありますよ。わかりやすい説明をありがとうございます。いいえ、気をつけて行ってきてくださいね。この肉じゃがとても美味しいね。どうやって作ったの？インターネットで調べたレシピの通りに作ってみたの。味も濃すぎないし、野菜も柔らかくて食べやすいよ。煮る前に肉と野菜を少し炒めるのがポイントらしいよ。なるほど。僕も一人で作れるようになりたいな。簡単だから材料の切り方から教えてあげるよ。玉ねぎを切るといつも涙が出るんだけど、どうすればいい？冷蔵庫で冷やしておくと涙が出にくくなるよ。それは便利な方法だね。早速試してみるよ。美味しくできたら私にも味見させてね。田中さんの出身は北海道だと聞きましたが、本当ですか？はい、雪がたくさん降る小さな町で生まれました。子供の頃は毎日スキーをして遊んでいたんですか？そうですね。冬は学校の体育の授業でもスキーを滑るんですよ。それはすごいですね。僕の町は全然雪が降らないんです。景色が真っ白になって綺麗ですが、雪の掃除は大変ですよ。確かに生活するのは少し不便かもしれませんね。でも食べ物は新鮮で美味しいものがたくさんあります。カニやメロンが有名ですよね。いつか遊びに行きたいです。ぜひ来てください。美味しいお寿司の店を案内しますよ。管理人さん、この段ボールはどうやって捨てればいいですか？段ボールは小さく畳んで紐で結ばなければなりませんよ。燃えるゴミの袋に入れてはいけないんですね。ええ、紙のゴミはリサイクルできるので、
別の日に集めます。何曜日に出せばいいか教えてもらえませんか？毎月第1と第3水曜日の朝8時までに出してください。わかりました。ペットボトルも同じ日ですか？いいえ、ペットボトルはキャップを外して木曜日に出してください。ゴミのルールがたくさんあって少し難しいですね。壁にカレンダーが貼ってあるから、それを見て確認してくださいね。佐藤さんの結婚祝い、何をあげたらいいか迷っているんだ。夫婦で一緒に使えるものがいいんじゃない？例えば、お皿やグラスのセットはどうかな。食器はたくさんもらうかもしれないから、家電の方がいいかも。便利なコーヒーメーカーなんか喜ばれそうだね。佐藤さんは毎朝コーヒーを飲むって言っていたから、ぴったりだよ。色は白と黒があるけど、どっちの方が部屋に合うかな。白の方が明るくて、どんな部屋にも合うと思うよ。じゃあ、白いコーヒーメーカーをインターネットで注文しておくよ。ありがとう。届いたら素敵なリボンをつけようね。私は日本の文化に興味があるので、もっと日本語を話したいです。ジョンさんの日本語はとても上手だと思いますよ。まだまだです。特に、敬語の使い方が難しくてよく間違えます。日本人でも敬語を正しく使うのは難しい時がありますよ。よかったら、私の発音がおかしいとき直してくれませんか？もちろんいいですよ。その代わり私に英語を教えてください。喜んで教えます。お互いに助け合うことができますね。ええ、わからない文法があったら遠慮しないで聞いてください。ありがとうございます。会話の練習がたくさんできそうで嬉しいです。これから毎日少しずつ日本語だけで話すようにしましょう。最近、夜なかなか眠れなくて、朝起きるのが辛いんだ。ストレスが溜まっているんじゃない？仕事が忙しそうだね。寝る前までパソコンの画面を見ているのが良くないのかな。きっとそうだよ。寝る1時間前にはスマホも触らない方がいいよ。わかっているけど、ついニュースや動画を見てしまうんだ。音楽を聴きながら温かいミルクを飲むとよく眠れるらしいよ。それはリラックスできそうだね。今夜からやってみるよ。お風呂もシャワーだけじゃなくて、ゆっくり入った方がいいよ。生活の習慣を少し変えないと体を壊してしまうね。そうだよ。自分の健康をもっと大事にしなければダメだよ。君に借りた小説、昨日最後まで読んだよ。ほんと？結末がすごく面白かったでしょ？犯人が誰か全然わからなくてびっくりしたよ。私は途中であの医者が怪しいと思っていたけどね。僕は主人公の友達が嘘をついていると信じていたんだ。この作家の本はいつも最後に驚かされるから好きなの。他にもこの作家が書いたおすすめの本はある？海辺の家という本も感動するから次に貸してあげるよ。ありがとう。読むのが遅いけど、必ず大切に読むよ。急がなくてもいいからゆっくり楽しんで読んでね。